かつて商都として天下の台所と称された多彩な文化を融合する日本有数の大都市。芸術家岡本太郎はこう言った。大阪は日本の心だと思う。大阪の街には太古から脈々と流れる民衆の原始的なエネルギーがある。それは表面的な豪華さではなく深い生命力だ。独自のエンターテインメントや音楽家、前衛芸術家を生み出した大阪は様々な文化を吸収し、数々のジャンルを確立した。この街は活気で満ちている。そして表現し続ける。80年代から90年代、大阪南は若者カルチャーの最前線として輝いていた。三角公園を中心に広がる迷路のような路地には、インディーズレーベルの CD ショップ、古着屋、ストリートブランドのショップが立ち並び、カルチャーの発信地となっていた。この時代の日本はバブルとともに多様な若者文化が花開いた。バンドブーム、ストリートファッションへとつながるアンダーグラウンドの美学が台頭。携帯電話やポケベルが普及し始め、情報の伝達方法が変化する過渡期において、大阪の街は実際に足を運び、肌で感じる体験型の文化発信地として、関西のみならず全国から若者を引きつけた。エッグプラントっていう場所があって、でそこにインディーズのバンド、ドールに乗ってるようなバンドがライブやってるみたいやでみたいな感じになって、なんか当時はチケットがその1300円ぐらいとかで、平日とかやったら1000円とかそういう感じでやったから、まあ高校生になったし1ヶ月5000円小遣いやるわみたいな言われたら、じゃあ月4回行けるみたいな感じで毎週行って、特にハードコアが好きやったから、当時はもうだから今話してるのは87年とかそんな感じやねんけど、オート SOB、レイプス、ダンスマカブラ、グリフィンとかみたいな感じがハードコアはやってて、で特にオートがやってたそのハーフイットライブっていうのが、東京からその例えばデスサイド読んだりとか、システマも出てたり、なんか鉄アレイが来たり、そういう風になんか結構全国のバンドを8月の夏休みの最後の土日みたいな感じで、祭りみたいな感じで結構やってくれたりしてて、もういつもパンパンで、そういう時は。で、中でもその SOB 大阪のハードコアのバンドはかっこよかったな、俺の中では。すんごいもうファッションから何からすんごい斬新で、なんかもう先行ってて、またこう自分が見たことないものを見せてくれるかっこいい人たちみたいなのがすごいあったから、だからそういう風に思ってたなで言ってた、めっちゃ。80年代大阪、ストリートは脈打っていた。華やかな街の裏側、ライブハウスのフロアでは叫び、ぶつかり、解放する若者たちがいた。やがてそのバイブレーションはあるムーブメントと出会う。ニューヨークハードコア。アメリカのストリートで生まれた反骨の音が海を越え、大阪の街で共鳴した。ニューヨークハードコアに興味持ったのは、それまで聞いてたのはディスチャージとかみたいな感じでこう問題提起をしたりとか、戦争のことを歌ったりとか、そういうことが結構ハードコアパンクっていうのはそういうことを表現するんやと思ってたけど、そのレベレーションが初めて出てきた時にユースオブトゥデイとかシッコビットオールとかを見て、もしくはマイナースレッドの歌詞の内容とかで、歌詞まで細かく読むか読まへんか分からんけど、文化としてこの人たちこういう主張してるんだとか、とにかく酒飲んでグダグダになってライブがめちゃくちゃになるのが嫌やから、俺たちのライブでは酒飲む
控えようぜって友達の中で始めたんやとか、そんなん、そういう奴らおるんやとか。でもなんかとにかくポジティブなことをやろうとしてるとか、歌おうとしてるのは奴らがおるんやなっていうのは結構、そういう認識があって。で、それって結構こうなんやろ、心が強くないとできへんじゃないけど、こういうそのパンクとはみたいな、悪の中でみたいなとか、そういうのにもなんか正義の味方じゃないけど、そういう部分で好きやったのもあるし。だから、で、実際ニューヨークはどうなんかって言ったら、そんなポジティブなバンドばっかりじゃないし、そのメラウダーみたいなのも歌詞読んだらまたその違ったりするし、やってる人間の中で意味があればいいのかなと思うから、やってる人間が何かしら葛藤してて、その言葉を吐き出すことでその葛藤を乗り越えることができるとか、次の自分に行く糸口になるために、その思考、その考えを今してるんだっていうことであればすごく、そのためだけでいいと思うから、それを俺ら、旗から見てる人とか旗から聞く人は、その人になり変わって、その人はこう感じてんのか、うわ、でも俺も同じようなことあるわなとか、になればいいっていうふうに思ってるから、いろんなこと聞かせてもらっ、ニューヨークハードコアの文化ごとできれば知りたいっていう思いがあったんかな。それで向こうに行ったら向こうのもん食ったり、向こうの人と一緒に遊んだりとかしてたら、この後ライブ終わったらピザ屋行くんやとか、それでなんか汚いな路地とか、そしたらあんななんかヘビーなリフ生まれるのかなとか、そういうのもちょっと肌で感じたりとか、そういう感じかな。日本中ですでに盛り上がっていた様々なスタイルのパンク、ハードコアと、ニューヨークでリアルなニューヨークハードコアの熱狂を吸収したガン TJ は、仲間たちと共に TJ Maxx を結成することになる。TJ Maxx やろうって言った時には、もっとハードなものをやろうっていう話になってて、俺はでも一番っていうか影響を受けてるブラックアウトレコードが大好きで、アウトバーストとかキリングタイムとか、ブレイクダウンが好きやったから。だから、そういうのをやりたいって言ってて、シアーテラーとか。でも、そういうのになんか、その時93年とか、イーストコースターアサルトとかのアルバムが出たり、コンピが出たりとかしてて、もっとメタリックなバンドっていうのが出始めてて、そういうところも捨てがたいな、みたいな。それをプラスした形で自分らでなんか作ってみいへんみたいな。楽器も大してできへんから簡単なやつがええやんみたいな。で、TJ Maxx 結成したんかな。1980年代のニューヨークで、貧困、暴力、薬物、差別といった社会の中で、リアルな表現、生存の叫びとして誕生したニューヨークハードコア。その中で自然発生的に生まれた音楽、ファッション、ライフスタイルまで共有する文化的集団であるクルーというコミュニティ。90年代大阪でも TJ Maxx を中心にブレイクアウトクルーが誕生することになる。で、俺らが身近に見たのは DMS クルーとか IDS クルーみたいなのがあって、なんか名前つけてそいつらの仲間の集まりみたいやで、みたいな。なんかそういう風な、知識だけはあったから、じゃあ、俺らも同じ意思持ってこういうイベントやったりとかしてんねんから、そのハードコアブレイクアウトクルーみたいなんで、意思統一できてんだったらそれやろうや、みたいな名前つけたらかっこええんちゃうみたいな、そんな程度で始まったんやと思うけど、自分が10代の時にエッグプラントで見てた、そのハーフウッドライブのお祭りみたいなのが、全国からいろんなバンド呼んでやってくれてた、うわ、これやばいなっていうのが、その時、ブレイクアウトで自分がやれば、お客さんが同じキッズが、あの時の俺が感じたみたいに、うわ、なんか知らんバンド、デバイスチェンジっていうの来るらしいで、これ、名前知らんけど、このイベントに出るってことは絶対やばいで、とか、なんかそんなんが起こったんかなっていう。自分が影響を受けたことなんかなと思う。なんかブレイクアウトの形って。でそれをやるために一人じゃできひんから、その時に同じことを考えてた人たちとやったっていう。それがセカンドトゥーナンとか、
ダグリベンジのメンバーやったんかなって思うけどな。大阪のブレイクアウトクルーの活動と時を同じくして東京、名古屋など様々な街で新しいクルーが活動し、それぞれの街の音を鳴らしていた。ブレイクアウトが始まった時にその言ってた似たような感じのことをやってる人が全国で出始めて、それをまあ大阪に呼んでっていう流れになったんやけど、やっぱそんだけのことが起こり始めてるっていう、なんか日本中そのまあニューヨークハードコアを発端としたようなメタリックなハードコアとかがたくさん出てき始めて、なんかうねりみたいになってたと思う。なんか東京ではサンデースクールオブハードノックスっていうのがあって、そこにスイッチスタイルが出たりとか、そういう感じでその名前があったし、でそのサンデースクールオブハードノックスを一応名古屋でやったのかな。その時にヌンチャクが出たりとか、スイッチスタイルも出たりとかっていうのがあったりして、なんかその大箱でやり始めるみたいなのが東京、名古屋とか、それでも形になり始めたっていう。で、スイッチスタイル、ハーフライフとかやったっけな。読んだ時にベイサイドで、1回目はロケッツやったけど、この感じやったら1回ヌンチャクとか出てくれたりするんやったらいいんちゃうみたいな感じで、確か初めてやったのが、ブレイクアウトやった時にそういういろんな番組出てもらって、やった時になんでこんな入ったんみたいな。それが、いつの間にかでかくなってたっていう。なんかすごい熱量やったんかな。みんな知りたい。初めてや何これみたいな。同時にその、リアルタイムで25タライフが日本に来たりとか、ネクストステップアップとかも来たし、メラウダー、サブゼロ、まあ、ウォーゾーンも来たし、結構リアルタイムにオールアウトとか、リアルにその、日本に来てた時代、そういうのも良かったんちゃうかな。実際そのアメリカで起こってることとかずれなく、タイムリーにそれを体感して一緒に進んでいってるっていう楽しさっていうかワクワクみたいなのがすごかったから。で、その後、さっきのクルーの話もそうやけど、大阪では 3S みたいなクルーも出てきたりとか、で、エッジオブスピリットとかインモータリティ、ストレッチサビージスタイルか、さっき、そういうバンドも出てきたりで、クルーっていう、まあ、自分たちを見に来てくれてた人たちが、クルーを組んだり、バンドを組んだりし始める時代っていうのになって、ニューヨークとかすごくそのバンドが層になってる、それが魅力やと思ってたっていうのもあったけど、大阪もそういう感じになって、その後輩が出てきてとか、面白いやんって、じゃあ後輩新しくやり出してんだったらまたやろうやとか、なんかそのスタートした DNA が受け継がれるじゃないけど、なんかそういうのは結構感じたね。衝動がムーブメントを生み、その場にいた者がそれぞれのスタイルでさらなるムーブメントを生んだ。その連鎖はやがて引き継がれ、次の時代へとつながっていくことになる。片やハードコアプライドとかも盛り上がり始めたっていう。で、で俺らその後2000何年やったっけ、最後のハードコアブレイクアウトが EGH の来日なんかな。その時にハードコアブレイクアウトっていう形は終わったやな、事実上。EGH はなんやろ、活動歴からしたらもっと早く来るのがリアルタイムやったんかもしれへんけど、でもアルバム出して来てるっていうことで言うと、油が一番乗ってた時期なんじゃないかなっていう。で、まあみんな知ってると思うけど、ともきっていう日本人のともきっていうギターのやつがメンバーにいたから、いや、ガンさん俺 EGH 入ったんすよみたいな話で、日本行けないっすかねみたいな、それが始まりかな。やろうやみたいな。ありえへんで EGH みたいなクイーンズローカルのバンドが日本に来てぶちかますんやろうみたいな、やろうみたいな感じで、でまあその時はスマッシュウエストの南部さんに話をして、面白そうやからやってみようみたいな。
で、何箇所ぐらい覚えてないけど、8箇所ぐらいやったんかな。で、TJ マックスは全部出てないけど、一緒に回って、福岡と大阪、名古屋、東京、札幌ぐらいは TJ マックスも回って、で、それ以外、バンドは出てなくても俺はなんか全部ツアーについていって、で、その時のエピソードっていうか、なんやろうな。まあ良くも悪くも等身大のアメリカ人っていうか、なんか、こんな奴らなんやっていう、そのもう遊び方が半端なくて、こんな遊ぶんや徹底的にみたいな感じやったし、細かいこと気にせずにもう、わはははみたいな、遊ぶみたいな、わはははみたいな、そのでかいなみたいな、明日のこととかあんま考えてないやろうなとか、ベイサイドジェニーから見た夕日やって、サンセットイン大阪は。その時に感じたことを歌ってるんやって言ってたわ。なんやろ、ともきが入ったことによって EJH が日本に来る可能性が出てきたとか、よし、ほな、やろうってなって、まあ実際実現したっていうことがあるけど、そういう、で、時期的には、まあ2000年の中頃っていう話で、俺個人的にはまあ EJH ってやっぱり、ニューヨークの中でもクイーンズの出身で、クイーンズハードコアっていうものは、一つ確立されてると思ってて、リーウェイとかを発端にしててっていう自分の中でそういうのがあって、クラブソーンズとか、まあ、マイク・ディジャンとかも住んでたりしたから、なんかクイーンズのノリみたいなものがあって、まあ、2000年とかになってきたらみんな耳も超えてきてて、ニューヨークハードコアでもクイーンズのハードコアなんかちょっと違うやんみたいなんとか、ブルックリン結構メタルなんやなとか、なんかそういう聞き方とかし始めるようになってきてた中で、クイーンズアウトバーストがいたりとか、なんかクイーンズっていうのが一つのマニアックな注目っていうところでもあったのかなって。で、自分としてはいろんなオールアウトウォーとかブルックリンの方から来たりとか、なんかいろんなその土地土地の面白いバンドが来てる中で、そんなにアホみたいにビッグネームじゃないかもしれへんけど、EJH は。ローカルヒーローっていうの、それはもう最大の褒め言葉やと思ってるけど、そういうバンドをやったと思うね、当時。で、そういうバンドが日本に来るっていうことにものすごい、なんか、ワクワクした。こんななんか細かい、この辺のところまでいけるぞ、みたいな、日本。みんなお客さんも耳超えてるぞ、とか。なんかそういうのがあって、クイーンズハードコアって面白いやろみたいな感じやったんかな、あの時は。ハードコアブレイクアウトは、その集大成として、Everybody Gets Hurtを招聘した。その日、大阪湾に沈む夕日は、まさにその時代を象徴する瞬間だった。それ以来、この伝説的なイベントは開催されていない。しかし、その衝動とエネルギーは決して失われることなく、新たな形となり、大阪のシーンで脈々と受け継がれている。このストーリーは、大阪だけでなく、日本中で起きた数えきれないストーリーの一つに過ぎない。